テスラは Q2 で48万台以上を納車しました。市場予想を大きく上回るかなり強い数字です。それなのにテスラ株は急落です。これは悪いニュースではありません。でもテスラ投資家にとってはかなり重要な警告です。おはようございます。ケンです。今日のテーマはテスラの Q2 の納車台数48万126台、市場予想を大幅に上回ったのになんで株価は売られたのか、ここを見ていきたいと思います。普通に考えれば納車台数が予想を大きく上回れば株価は上がってもおかしくありません。実際今回の数字だけを見るとテスラにとってかなりいい内容です。しかし株価は大きく下落しました。つまり今日見るべきなのは納車台数そのものではありません。市場がテスラに何を求めているのか、そして今のテスラ株が何を織り込んでいるのか、ここです。今日の動画を見ることでなぜ好材料なのにテスラ株が売られたのか、次の決算で何を見るべきなのか、そしてテスラ株にとって本当に重要なポイントがどこにあるのか、ここを整理していきたいと思います。まず最初に確認したいのは、今回の Q2 の納車台数は普通に強いということです。テスラの2026年第2四半期の納車台数は48万126台、内訳はモデル3とモデル Y が46万7762台、その他のモデルが1万2364台、生産台数は45万1758台、そしてエネルギー貯蔵の展開は 13.5 ギガワットアワーです。これはかなり強い数字です。市場予想はおよそ40万台前後でした。つまり予想を大きく上回ったということになります。Q1 の弱さを考えるとかなり大きな回復です。テスラの EV の販売が本当に失速しているのではないかっていう不安に対して今回の納車台数は一つの答えを出しました。少なくともテスラのコア事業である EV 販売はまだ強い。ここは素直に評価していいと思います。ではなんで株価が下がったのか、ここが今日の一番大事なポイントです。答えを一言で言うと、市場は納車台数ではなくて利益率、これを見始めているからです。今回の48万126台という数字は間違いなく強いです。でも市場はこう考えています。その48万台をどれだけ利益を守って売ったのか、もし値引きやプロモーション、在庫処分によって台数を伸ばしたのであれば、納車台数は強くても利益率は悪化している可能性があります。つまり投資家が本当に知りたいのは何台売ったのかではなくって、どれだけ儲けながら売ったのか、ここなんです。ここで重要なのがテスラ株が普通の自動車株ではないということです。普通の自動車会社なら納車台数が予想を大きく上回ればそれだけで株価は評価されやすいんです。でもテスラは違います。テスラ株には EV 販売だけではなくロボタクシー、FSD、オプティマス、エナジー、AI、保険、スーパーチャージャー、こういった未来価値がかなり織り込まれています。つまり市場はテスラを単なる EV メーカーとしてはもう見ていません。だからこそハードルが高い。 EV 販売が良かっただけではもう十分ではない。市場はこう言っているように見えます。 EV 販売の回復は確認した。次は利益率と AI 事業の証拠を見せてくれ。今日の急落はここに意味があるんです。今回の株価の下落はテスラが失敗したから起きた下落ではないと思います。むしろ数字は成功でした。ただし株価っていうのは発表前からかなり上がっていました。直近でテスラ株はかなり強く買われ430ドル台まで上昇していました。つまり市場はすでに Q2 の納車台数が強いかもしれないという期待を織り込んでいたわけです。そして実際にいい数字が出た。でもその瞬間に短期筋は利益確定に動いた。これはいわゆる噂で買ってニュースで売る、この典型的な動きです。ただし今回の下落を単なる出尽くし売りだけで片付けると少し浅いと思います。もっと本質的にはテスラ株の期待値が
高すぎる状態にあった。だからいい数字でも足りなかった。ここが重要だと思います。さらに今日というのは本来であればポジティブ材料が他にもありました。LHTSA がテスラのファントムブレーキに関する調査を終了しました。これはオートパイロットや FST に関する安全性への懸念が一つ後退したという意味で、テスラにとってはプラス材料です。FST やロボタクシーにとって規制と安全性の問題は非常に重要です。だからこの調査の終了っていうのは本来ならば市場に評価されてもいいニュースなんです。でも今日の株価はそれをほとんど評価しませんでした。それは市場が今一番見ているのが安全調査の終了ではなくって利益率と期待値だからです。つまりポジティブニュースがなかったわけではないんです。ポジティブニュースがあってもそれを上回るほどの株価の期待値が高かった。これが今日の相場です。ということから次に見るべきポイント、これは納車台数ではありません。次の Q2 の決算です。特に見るべきなのは3つです。1つ目は自動車部門の粗利益率です。48万台を売ったとしても利益率が大きく落ちていれば市場は厳しく見ます。逆に48万台を達成しながら利益率もある程度守れていれば今回の下落は短期的な利益確定だった可能性っていうのが高くなります。次に2つ目としては在庫と価格戦略です。今回生産台数より納車台数が多かったっていうことは在庫を減らした可能性があります。これは短期的にはいいことです。ただし市場はこう考えます。在庫を減らすためにどれくらい値引きをしたのか、ここが重要になるんです。そして3つ目はロボタクシー、FST、エナジーへのコメントです。今のテスラ株は EV 販売だけで評価されているわけではありません。ロボタクシーが本当に収益化に近づいているのか、FST が安全性と規制の壁を超えられるのか、エナジーが次の利益の柱になるのか、オプティマスはどれくらい現実的なスピードで進むのか、ここに市場は注目しているんです。はい、ということで今日の結論です。テスラの Q2 の納車台数は明らかに強い数字でした。48万126台、市場予想を大きく上回り、Q1 からも大きく回復しました。エナジーも 13.5GWh と強い数字です。NHTSA の調査終了もポジティブです。それでも株価は下がりました。理由はシンプルです。市場はもう納車台数だけではテスラ株を買わない。市場が見ているのはその台数を利益を守って売れたのか、ロボタクシーは本当に収益化に近づいているのか、FST は規制と安全性の壁を超えられるのか、エナジーは次の利益の柱になるのか、そしてオプティマスへの期待、これは本当にいつ実現的になってくるのか、ここなんです。はい、ということで今回の急落はテスラの失敗ではありません。期待が先に走りすぎた後の証拠待ちの下落です。そして次の勝負は Q2 の決算です。納車台数ではなく利益率、ストーリーではなく数字、期待ではなく証拠、ここが次のテスラ株の分岐点になってくると思いますけれども、今回の結果、あなたはどう感じますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。本日他にもテスラに関するニュースがありますが、そちらに関しては X の方で紹介しますので、ぜひ X の方のフォローもよろしくお願いいたします。X の方で YouTube 見てますと言ってもらえればフォロー返しもしますので、ぜひ X の方でもよろしくお願いいたします。また今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会夏の会の日程が決まりました。ぜひ真夏の輻射熱、クーラーとは全然違う涼しさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、クーラーの冷風が苦手な方、オフィスの空調をどうにかしたいと考えている経営者の方、工場などで働いていて真夏は暑くて仕方ないと思われている方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思っている方、電気代の高騰で少しでも電気代を下げたいと思われている方、そんな方におすすめです。ぜひどんな感じなのか、
これは体感しないとわからないと体感された方、皆さん口を揃えて言いますので、ぜひね、体感をね、一度してもらいたいなと思います。ではね、日程なんですけれども、7月17日の金曜日、こちら姫路の武道館で行います。時間は13時から15時までです。そして7月22日の水曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。時間は10時から12時です。東京は定員が10名です。僕自身も両方行きますので、ぜひね、行ってみたいと言われる方がいらっしゃったら、概要欄に僕の LINE 置いてます。そちらの方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。